ちは、デザインドリップです。今回はこのような海外トレンド感のあるインスタバナーを作っていきたいと思います。はい、それでは始めていきます。まずはじめにあらかじめ用意しておいた海の画像を持っていきます。で、こちらを横幅1180になるように設定します。はい。で、このように置いておいて、背景レイヤーをダブルクリックで普通のレイヤーにして、こちらを同時に選択して右下に揃えます。で、ちょっと背景を白にして確認してみます。はい、こんな感じで大丈夫です。で、こちらの海の写真の色を調整していきます。基礎サイドのレイヤーを作ってオプションでクリッピングします。で、こちらの色彩の統一にチェックを入れて、色相を180、サイドを20、明度を-10に設定します。するとこんな感じになりました。はい、次は真ん中の枠を作っていきたいと思います。色を F8、F1、E8 のベージュに設定して、長方形ツールを持ちます。で、こちらがシェイプになっているのを確認して適当なところをクリックします。こちらで 600×800 の長方形を描きます。で、こちらをアーチ型にしていくんですが、プロパティパネルのこちらの角丸設定エリアのところに行って、こちらの鎖型のアイコンがオフになっているのを確認して、左上のスライダーを目いっぱい右に動かします。で、ある程度大きい数字になったらコピーして右上に貼り付けます。そうするとこんな感じで綺麗なアーチ型ができました。こちらと背景レイヤーを同時に選択して中央に揃えておきます。はい。で、次はこちらのアーチ型をコマンド J で複製して横幅580になるようにシフトを押しながら縮小します。で、分かりやすくグレーなどに色を変えておきます。で、こちらと先ほど作ったアーチ型を選択して中央に揃えておきます。で、こちらの後から作ったアーチ型を選択して白い矢印のパス選択ツールに持ち替えて下2つのアンカーポイントだけをこのように選択して150ピクセル上に移動します。シフトを押して123456789101234はい、こちらで大丈夫です。次はこちらに写真を入れていきたいと思います。あらかじめダウンロードしておいた写真を Photoshop の方に持っていき、横幅を580にします。はい。で、オプションで内側の枠にクリッピングします。で、こちらと内側の枠を左に揃えます。縦の位置はお好みでいいんですが、指輪の下の方がちょっと開くぐらいがいいと思います。こんな感じに設定してみます。で、こちらの色を調整していきたいと思います。明るさコントラストのレイヤーを作ってオプションでクリッピングします。で、明るさを20、コントラストを10に設定します。こちらで写真は完成です。はい、次はテキスト周りの作成をしていきたいと思います。フォントは IB モード。こちら Adobe フォントにあるものです。こちらのレギュラーで80ピクセルでトラッキングを60で色を333333の黒にしていきます。こちらでマストハブスと大文字で書いてください。この段階で気になるところがあればカーニングをします。こんな感じでいいかなと思います。で、テキストが書けたらこちらのテキストレイヤーと下のアーチ型のレイヤーを同時に選択して中央に揃えて下に揃えます。で、こちらから上に40ピクセル移動します。シフトを押して1234、はい、こんな感じで大丈夫です。次はサマーという文字を書いていきます。フォントをクエンティンというフォントにして大きさを90ピクセル、トラッキングは0で色は F09F5D のオレンジにしていきます。こちらでサマーと書きます。一番最初だけ大文字にしてください。で、こちらをちょっと上の方に持っていってこちらと内側の写真の枠を同時に選択します。で、こちらを中央に揃えて下に揃えます。で、こちらから下に50ピクセル移動します。シフトを押して12345、こんな感じで大丈夫です。最後にニューという丸い飾りをつけたいと思います。楕円形ツールを持ってこちらがシェイプではなくパスになっているのを確認して右上のあたりをクリックします。で、こちらで 140×140 の正円を書いてください。この段階で位置は適当な感じで大丈夫です。で、フォントなんですが IB モードの次はセミボールドでサイズは28ピクセルでトラッキングを50で色は真っ白 FFFFFF にしておいてください。こちらでテキストツールを持って先ほど書いたパスの円のところに持っていきこのような波のマークが出たらクリックします。これでパスの上に文字を書くことができます。こちらで大文字でニューと1個書きます。で、気になるところがあればカーニングをしてください。できたらこのニューをコピーして半角スペースを1回打ってペーストします。で、こちらのニューから半角スペースまでをコピーしてどんどんペーストしていきます。ある程度ペーストできたら
こちらで文字間なんかを調整します。コマンド A で全部を選択してオプションと左右の矢印で調整します。今回は1回オプションと右矢印を押してトラッキング70になったところでいい感じになったので、こちらで OK します。でこちらの位置を調整していくんですが、こちらのニューのアイコンと内側の写真の枠を選択して一旦下に揃えて左に揃えます。で右に揃えて上に揃えます。でこちらから50ピクセル右に移動します。シフトを押して12345、はい、こちらで完成です。とってもシンプルなステップで簡単なんですが、写真を2つ重ねたり、あとこのパス状に沿ったニューのアイコンのような文字を置くことでちょっと凝った感じに見えておしゃれになるのでおすすめです。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。